ちょっと実は、はい、自分がついこの間、はい、今後のネタ用に撮ってた動画と1個かぶっててちょっとびっくりした。東先生とのコラボ終わった後にあげようと思ってで、道場生に手伝ってもらって撮ったばっかりのまるっと一緒だったんですよ。びっくりしましたね。そう本当なんだろう。こんにちは、空手家ゴーグです。今回は相手の脳の認識と現実をずらしてダメージを軽減または無効化する方法をお届けしたいと思います。やっぱり格闘技をやっていると殴られて痛いとか痛いからもう蹴られたくないって思うことありますよね。当然僕も若い頃は蹴られすぎて歩けなくなったり殴られて聞かされたりたくさん痛い思いをしてきましたし、基本的に僕は痛いのが苦手なので過去にもご紹介したいろいろな方法を使ってダメージを無効化したり軽減する方法を使用してきました。今回ご紹介する技術はその中でも応用範囲が最も広くいろいろ発展させることが可能な技術の根本となる大切な理論で、僕の中でもかなり大切な要素となってくる技術の一つなので、ぜひ最後までご覧いただき皆さんの技術に取り入れ応用していただければと思います。日頃このチャンネルは極真空手世界大会を3連覇できた高傑の誰でもすぐに再現可能な技術解説など見れば 100% 強くなる動画を毎週金曜18時に投稿していますので、動画を最後まで見ていただいた時にこれは使えるなとか見てよかったなと思ったらぜひチャンネル登録をお願いします。もしチャンネルが日頃このチャンネルは極真空手世界大会を3連覇できた高傑の誰でもすぐに再現可能な技術解説など見れば 100% 強くなる動画を毎週金曜18時に投稿していますので、もし動画を最後まで見ていただいた時にこれは使えるなとか見てよかったなと思ったらぜひチャンネル登録お願いします。もし登録がお済みの方は登録の動画の右下に出てくるベルマークを押して全てを選択して毎週の投稿や年に数回だけ行っているライブ配信などもぜひ見逃さないようにご覧ください。ちなみに今回ご紹介する技術は以前こちらジークンドーの石井東吾先生とのコラボの際にまさかのほとんど同じ技術を紹介されてしまい撮影してあったものの一度ボツにした技術なんですが、実際の空手の試合の中でどう使っていたのかなど解説するだけでなく実際の試合映像をご覧いただくことでさらに理解を深め皆さんにも実際の試合や組手で使っていただければと思い再度撮影し直しました。では今から相手の脳の認識をずらしてダメージを軽減または無効化する方法をご説明していきたいと思います。今回も道場生に手伝ってもらって解説した動画がありますのでそちらをご覧ください。ではどうぞ。では今から実際の試合で使用していた方法をご紹介していきたいと思いますが、皆さんミットを叩こうとしたら当たる瞬間に相手が動いて肘が伸びきってしまって痛かったとか、下手な人が持つと、当たる時に動いてしまうからしっかりミットが蹴れないなんて経験はありますよね。例えばですが実際ミットがあってちょっと普通に叩いてみて、はい、よ叩いてこうすると叩けるんですが、肘伸ばさないで気をつけてこれ動かすよ。じゃあ行こう。はい、はい、叩いてこうやって、ちょっとこれが動いてしまうと打ちにくいですね。打ちにくいね。ありがとう。基本的に、パンチや蹴りって、10センチから15センチ当たるポイントがこうずれてしまうと威力が出ないんですが、つまりどういうことかっていうと当たる瞬間に、その分ぐらい自分が体を動かしてしまえば、実際の打撃って効かないんです。今回ご紹介する技術は相手の脳を騙して認識をずらしてしまうことでそれを意図的に起こす技術になります。では今から具体的な方法を紹介していこうと思いますが、実はやることはめちゃくちゃ簡単でもうたった一つしかありません。それは顔と足の位置関係をずらすです。今からちょっと詳しく解説していきたいと思います。知っている人も少なくないと思いますが、実は人間は生き延びるための本能として顔というものを強く認識する能力が極めて高いため、体の位置に関係なく顔を追ってしまう習性があります。例えばですがちょっとこの状態で構え合ってて、この状態で足を例えばこうやって動かしても、相手の人の顔って絶対自分の顔を追ってるんですが、足を例えばこうやって動かしても相手の人の顔って絶対自分の顔を追ってるんですが、例えば足が動かなくてもこの状態で顔をこうやって動かすと必ず顔を追ってくれますね。この習性をちょっと今から利用したいと思います。実際の組手の中で何をするかというと、こう構え合った状態で実際こう動いているんですが、その時に
顔の位置関係は変えずに足の位置だけずらします。例えばこうお互いこう構えて打ち合ってる時にこんな形で後ろ足だけ下げますね。構えて打ち合ってる時にそうすると、相手は基本的にはこの顔と状態で間合いを認識しているので、僕がこう足を動かしても大体気づかないんですが、これどういうことが起きているかっていうと、実際こう構えてはいるんですが、通常の重心に戻すとここにずれることができます。なので、実際この10センチから15センチ簡単にずらせるんですが、この状態でこう構えて動いてて、ちょっとパンチ打ってもらって、これ動かさなければちょっと打てなこの状態で、こちら後ろ足ずらしてもちょっと叩いて、この状態で叩かれると痛いんですが、ちょっと叩いてほしい、もう当てていいよこうすると、顔の位置がここにあるんで、相手はここだと思って叩くんですが、そのタイミングで重心をここに持ってくると、このズレで相手の攻撃をずらす、抜くことができます。当然ですが、これ抜くだけではなく、こう抜く時に例えばちょっと叩いてこう、ステップバックしたりとかすることで大きくずらすことができますし、実際これを抜く時にスイッチバックしなくてもちょっと体をこうひねりながら下げれば当然この分以上に大きくかわせるので、これでかなりダメージを軽減することができます。ちなみに認識をずらす上で一番分かりやすいのが、この顔の位置を変えずに後ろの足をこう後ろにずらすなんですが、これ実は僕が試合で使っていた方法でもっと簡単で方法があって、特に僕はもともと現役の頃重量級だったので、基本の構えは両足をしっかりついてどっしりこう構えてたんですが、これ後ろ足のかかとを浮かした状態でですね、この状態で構えてこういう形で浮かします。こうすることで、これ実はジークンドーの技術で東郷先生とコラボした時にスナップバックって言われてる方法と、ほぼほぼ理論と一緒なんですが、構えた状態でこの状態、後ろ足をこの形でずらしますね。こうすると、ちょっとパンチパスかかとをこうつくと体がこっちポンとずれるので、これだけで間合いを操作することができます。こういうスナップバックってしっかり伸ばしてきて、よけると今ここに入ってるじゃないですか、顔面に。でこれをここでこうかかとをくっつけるんですよ。これをこうやって、でそうすると頭一つ分これが抜けるので、こういうフットワークを使ったり、このスナップバックです。これだけで間合いを操作することができます。なので僕試合中でよく使ってたのが、こう前足を軸に後ろ足をずらすときに重心をわざと前に持ってきて、後ろ足をこうかかとを上げながらこう回ります。そうするといつでもかかとをポンとつけば間合いを離すことができるので、ただ相手の選手はもう体と、顔と体ですね、ここで認識しているので、相手の選手はここだと思ってるけど、実際の間合いはここっていうことを演出することが可能になります。右のようだぞ、サタ。右のようだぞ、サタ。右に回って、右に回って。右に回って、右に回って。そして、これ実はパンチだけ
じゃなくて他にも使うことが可能になります。例えばこれも実際の試合で使ってた技術なんですが、こうかかとを浮かしておくことでこう足をつく動作でそのまま後ろに体重をずらせてこうステップバックがしやすくなるので、相手と構えてこう距離を取ってる時に相手が踏み込んでローキックを蹴ってくる時、これ普通にこう構えてて、かかとをついてしまってると、ちょっと蹴ってもらっていいですか。蹴ってこの状態でずれようとしても蹴られちゃうんですが、かかとを浮かしておくことで、ここの初めからここだと思っている足をこうずらした後でさらにバックできるので、こうしておくことでちょっと蹴ってもらっていいですか。こう蹴られてもダメージを大幅に抜くことができるので、この、スナップバックでですね、ジークンドーの名前だとスナップバックを、使うことで実際の、組み手でもここでポンとダメージを大幅に軽減することができるので、こちらも参考にしてみてください。おすおす動いて動いて入るとき入るよ。いけいけ。いかがでしたか。後ろ足と顔の位置を相手にバレないように変えることで、相手の攻撃はミートさせず自分の攻撃だけ当てることができるので、確実に組み手が有利になりますし、僕みたいに殴られたり蹴られたりして痛い思いはしたくないけど格闘技をするのは好きって方はぜひ参考にしていただければ幸いです。特にトーナメントがある競技はダメージの蓄積が勝敗に大きく関わるため、攻撃をもらわない技術や、もしもらったとしてもダメージを最小化する技術は非常に大切な要素になってきますので、今回の技術を参考にしてトーナメントを有利に勝ち上がっていただければと思います。ちなみに以前こちらで誰でも簡単にできてしまう武道の見切りの極意をご紹介したのですが、その時に紹介した技術も今回の技術を組み合わせると大きな相乗効果が得られるので、もし興味がある方はこちらの動画も参考にしてみてください。出たいこれなんかここの道場で撮るとみんなに注目されるから結構恥ずかしい。そう、普段2人とかでやってるんで誰も見てないよし、OK。そうだよ、恥ずかしすぎるなこれ。なんかどこにも流さないですか。松原家の家宝で、松原家の家宝で。指導で聞いてる声と変わんないんですよ。トーンっていうか、動画だと声がちっちゃいですからね。道場だともっとわーっと大きな声出さないと通じないからですけど。じゃあ誰か前に立つ人。ケンタさっき立ったじゃん。まだ出てない、暖気出てないっけ。もうちょっとコラボ動画のアップが1月の末だから、それまでつなぎの動画はもう切れててもうチャンピオンシップの準備で全然撮ってなかったんでまあいいか。知ってる人も少なくないと思いますが、実は人間って、ちょっと待ってよ。ごめん、よし、よし、OK。よし。全く原稿が見えん。よし。まあいいや。
調べましょうか。じゃあちょっと構えてみて。おっす。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。これからも 100% 強くなるために役立つ動画を毎週金曜更新していきますので、最新の理論や技術を見逃したくない方は、いいねボタンとチャンネル登録して、極真空手世界王者コウケツの YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっす。